全国の怪談ファンの皆様、お待たせしました。今シーズン最初の茶屋町怪談です。今夜は2020年の秋にも行いました茶屋町怪談女性怪談作家スペシャルの第2弾ということで、まだこの独特の雰囲気を今回も、味わわせてくれるんじゃないかなと思っておりますので楽しみにしております。牛崎千佳さん、お願いします。お願いいたします。これ私の友人で、新次さんという方がいて、で、この方からある日電話がかかってきたんですよ。電話がかかってきて、ちょっと千佳さんに見てほしい写真があるんですって言われて、すぐにメールが送られてきたんですけど、そこに1枚の写真が添付されてたんです。で、開いてみると、ある一軒家を外から玄関の部分だけ写された写真だったんですね。で、これ、何ですかって聞くと、これね、実はうちの隣の家なんですって言うんです。で、新次さんが住んでいるお宅っていうのが一軒家で、で、お父さんがもう随分前に買われたお家だったんですけれども、両親と新次さんと3人で暮らしていて、で、その隣の家が4人家族なんですよ。4人家族で。ただね、今はもう誰も住んでいなくて、もう5年くらい空き家になっているそうで、で、そのうちには、お父さん、お母さん、そして、お姉ちゃん、妹っていう4人が住んでいたんです。で、新次さんは子供の頃から、もう赤ちゃんの頃からこの姉妹とこう仲良くしていて、もうおむつを交換してもらったりとか、お風呂に入れてもらう機会もあって、もう本当の兄弟のように仲良く住んでいたんです。もう家族ぐるみで、もう食事をしたりですとか、お泊まりをしたりですとか、もう本当に仲良くしていて。でも一緒にいることが当たり前の存在だったそうなんですよ。ただね、新次さんが小学校に上がると、お姉さんの方が大学生になって、妹さんの方が中学生。なので生活のリズムがね、変わるから、なかなかこう、顔を合わせる機会が減ったっていうんです。まあ、ただ、たまに顔を合わせると挨拶したりですとか、時々ご飯を一緒に食べたりすることもあったんですけど、まあ、だんだん距離が空いてしまったんですね。で、それからまた何年か経って、姉妹とも結婚して家を出てったんです。で、新次さんも仕事が始まって、もう随分この姉妹と会う機会がなかったそうなんですけど、2002年のある日に妹さんがふらっと帰ってきたんですよ。で、新次さんがこう仕事から帰ってくると、お隣の家の前に赤のミニクーパーが止まってて、あ、妹帰ってきたんだって、もうすごく嬉しくなってしまって、で、家の中入って台所でこう夕ご飯の支度をしているお母さんに、妹帰ってきてるじゃん。久しぶりだな。俺ちょっと明日顔出そうかなって言うと、いや、なんかね、ちょっと離婚したみたいよって。あ、そうなんだ。全然知らなかった。幸せに暮らしてるって聞いてたのにね、なんて話してると、ガチャーンっていうガラスが割れる音が隣の家から聞こえてきて、で、それに続いて、娘さん、妹さんが両親に対してこう罵声を浴びせる、ものすごい暴言吐いてるのが聞こえてくるんですよ。でも本当に優しくって仲の良かった家族だったからどうしたんだろうと思って、ちょっと見に行ってくるわ、心配だからって。でもお母さんやめなさいやめなさいって言うんですけど、もうどうしても心配で家を飛び出して、隣の家行って、入るよどうしたのってリビングに入っていくと。ちょうどお父さんの上に馬乗りになって娘さんが殴りつけてるとこだったんですよ。で、どうしたんだよでやめなよって後ろから羽交い締めにして何があったんだよって言うんですけど、もう興奮状態で、で、なんとか引き離したんですけど、その勢いで近くにへたり込んでるお母さんの顔をガズンとこう足で蹴りつけるんです。でも、どうしたの落ち着け落ち着け何があったんだって言っても、こいつらのせいで私はもう人生めちゃめちゃなんだって、もうまた暴言吐いて、で、そのまま家を飛び出していって、バターンと扉閉めて、でそのままもうエンジン音、ものすごい荒々しいエンジン音が遠ざかっていくんです。でも、ガラスの破片があったり飛び散って、もうお隣の両親もあちこち血だらけになってて、もう泣きじゃくってるんですね。もう何があったのって、もう新次さん自身も、もう震えが止まらなくて。で、
新次さんのお母さんも部屋に入ってきて、もうみんなで泣いたんですね。何があったの、なんであんなことになっちゃったのって、もう掃除をして手当てをして、この日は帰ったんです。でその2日後にその妹さんある場所で車の中で遺体で発見されたんですね。でこれが排ガス自殺だったそうなんですけど、当時の地元の新聞の記事にも載ってるんですよ。この、自殺のニュースっていうのが、小さな記事だったんですけれども報道されて、その後もお隣の家とは交流があったんですね。仲良く家族ぐるみの付き合いをしていたんですけど、妹さんが亡くなってしばらく経って今度お母さんがお風呂場で転倒してそのまま亡くなってしまったんです。もうどこも体が悪くもなく健康だったんですけど、打ちどころが悪くてお母さん亡くなってしまって、でその後お父さんが奥さんが亡くなったショックからなのかどうなのかわからないんですけど、認知症を患ってしまって一人で生活することができなくなって施設に入院をすることになってしまった。でお姉さんの方はもう嫁いでましたのでこの家にはいないということで完全に空き家になってしまったんです。で電気ガス水道全部止めて、もう庭も荒れ放題になっていって、で1年に一度くらいお姉さんが来て保全とかそういうので、来ることもあったそうなんですけど、もうほとんど関わり合いをすることがなくなったっていうんです。である時新次さんが仕事から帰ってくると門灯がポッと灯っているんです。あ、姉さん帰ってきてるんだ、そう思いながら家の中入って、でソファーで新聞読んでいる父親に、隣門灯ついてたね、姉ちゃん帰ってきてんのかなって言うと、新聞読みながらお父さんが電気通じてないのになってボソッと言ったんですよ。その時はそんなに気にしてなかったんです。でそれからまた何年か経ってお姉さんが久しぶりに訪ねてきたんです。でその日新次さん仕事が休みでお昼ご飯を食べて洗い物してるとインターホンが鳴って出ると隣の家のお姉さんなんです。久しぶりだね、元気にしてるって聞くと、実はねちょっと遠いところに引っ越すことになったから挨拶に来たのよ、本当にお世話になったから、おじいちゃんおばちゃんいるって。でそう言うと外出していたお父さんがちょうど帰ってきたんです。ガラガラっと帰ってきて、あ、門灯ついてるぞって言うんです。でそれ聞いてお姉さんが嘘でしょって言ってそのままと外出ていくんです。でもお茶の準備でもしようかなと思って新次さん台所に戻るとしばらくしてキャーって悲鳴が聞こえるんです、隣の家から。でどうしたのかなと思って外に出てくと、お隣の家の玄関の下、階段の下にお姉さんが尻餅ついてガタガタ震えてこう門灯をこう指さして、あれあれあれって言うんです。どうしたの、あれでお姉さんさっき門灯ついてるぞって言われてすぐ外に出てきました。で行ってみると実際にその門灯が灯っているんです。ただね、先ほども言ったように電気通じてないんですよ。電気が通じてないのに何かの間違いで明かりがつくこともあるのかなと思って、っていうのも何度か近所の方に門灯ついてたわよって言われたことがあったんです。なんでだろうな、もうめんどくさいからっていうので何年か前にソケットの部分から電球を外してあったんです。それなのに行ってみると明かりが灯ってるんですよ。どういうことだろうなって、そう思って背伸びしてガチャンと開けてみると、その中火の玉が浮かんでるんです。火の玉がその中に入ってて、それで明かりが灯ってたっていうんですよ。でそれ見てキャーッと悲鳴上げて尻も落ち着いて、で目の前でパチンとそれが潰れて消えてしまったっていうんですね。でそれでもうあの子だ、あの子が帰ってきたんだ、この家になんか未練があるのかしらってあんな死に方したからって言うんですね。でどういうことかって聞いてみたら、この火の玉、門灯に火の玉が灯る日っていうのが決まって
妹さんの亡くなった日だったんですね。でその日に必ず門灯が灯ってると思っていたんですけど、カバーの中には火の玉が浮かんでたっていうね。はい。で、この後、お姉さん怖がって、もうやだやだやだ、もう一人になりたくないっていうんで、泊まっていけっていうことでね、この日、新次さんのお家に一泊させたんですよ。で、もう次の日、なんとか落ち着き取り戻して、帰るねって家族の待つ、自宅に帰ったはずだったんですけど、その日の夜、お姉さん、止めてあった車の中で亡くなった状態で発見されたんですよ。で、全く病気とかじゃなかったんですけど、心臓麻痺か何かで突然死だったんです。で、乗っていた車っていうのが妹さんと全く同じ赤のミニクーパーだったっていうね、私の友人の新次さんから聞かせていただいたお話です。花房観音さん、よろしくお願いします。入院してたんですけれども、私もその初めてのね、入院で、正直体はしんどいんですけど、ちょっとドキドキワクワク、なんか怖い話が集まらないかなと思ってたんですけれども、夜は完全に熟睡してまして、で、あんまりちょっとね、動き回りもできなかったので、残念ながら病院階段というのではないんですけども、入院中にですね、本が出まして、すいません、ちょっと宣伝臭いんですけど、どうぞどうぞあれ、モザイクかかっちゃうちょうどモザイクかかっちゃいますね。かかっちゃうね。本が池袋アンダーワールドという、池袋の本なんですよ。で、中村敦彦さんというライターと共著で、中村さんは、変態とか SM 女王様のインタビューで、私は割とちょっと歴史的なこととか現代の意見を、現代の事件ですね、集めてまして、で、これを書くきっかけとなったのが、ある池袋西口の、ゲーバーに2014年にちょっと友達に連れて行ってもらったんですけれども、そこのゲーバーのママというのがものすごい怪談好きで、あと怪談の本っていうのをちょっとね、その辺の作家以上に読んでる人だったんですよ。もう網羅してると言って、それですごいびっくりしたんですけど、で、その、ママが、池袋の事件って、巻き込み事故か事件多いのよねって言われたんですよ。で、それが、例えばね、そのママの話聞いた後なんですけど、2018年に池袋東口で、元官僚が、母と娘を巻き込んでいった事故がありましたよね。あと、すごいインパクト強いのは1999年の東口で、東急ハンズの前で通り魔、これでも何人か亡くなっていて、あと2014年に合法ハーブを吸った男性が車に乗って西口で、巻き込み事故を起こして、で、中国人の女性が亡くなって、あと2015年ですね、これお医者さんがちょっと病気の薬飲み忘れて、東口で、これも何人か亡くなってて、あとパルコのところで、池袋にパルコがあるんですけれども、飛び降り自殺をした女性に巻き込まれて、歩いていた男性が亡くなっているという事件があって、全部駅近くの巻き込み事故なんですね。いや、本当だと思って、で、そのママ曰く、東口のところの四面塔が何か関係あるんじゃないかと思うって言ってて、で、この四面塔っていうのは何かっていうと、江戸時代の辻斬りの、供養碑なんですよね。江戸時代に、ちょっと辻斬りが池袋でたくさんあって、で、一晩に17人亡くなったこともあって、で、その供養のために、あとその松の木が生えていて、そこで首を吊る人も多かって、で、そういった供養塔を作ったんだけれども、昔からその供養塔を、駅の開発のために移すと、なんかいろんな、ね、会議が駅長さんが亡くなったとか、そういった話が、伝わってるって言われて、で、正直その話聞いたときに、確かに本当巻き込みのね、無関係な人が亡くなる事故ばっかり、あと事件ですね。だからちょっとこれ、興味を持って、面白いって言ったらなんですけど、興味持って調べ出して、でその時は本当本にするつもりとかは全くなかったんですよ。で、完全に趣味で
何年か調べていて、でまあたまたまちょっと中村敦彦さんとライターさんと話してた時に、じゃあ共著出そうかっていう話になって今回本になったんですけれども、でやっぱ本にできない話もありまして、でそのゲイバーのママから聞いたんですけれども、まあこれ西口ですね。風俗嬢デリヘル嬢が嫌がるラブホテルがある。でまあ名前聞いたんですよね。でもですごくね、西口北口の方ってすごく事故物件ホテルが集中してるんですよ。もう事故物件ホテルが集中してるんですけども、でもそのママから聞いたデリヘル嬢が嫌がる、みんな嫌がるホテルっていうのはどうもそれ事件とか事故は見つからなかったんですよね。でも結構有名で、ずっと水を止めてるのにね、水の音が流れ続けてるとか、もうとにかく人の気配がするっていう、まあそういったホテルは何軒かあるらしいんですけども、でもそのホテルにはそういったちょっと事故の形跡はなくて、でそことは別の北口のホテルで2019年か埼玉の大学生が女性を首絞めて殺して布団の圧縮袋か何かに入れて、でそれはその女性が自殺希望者だった、それでネットで知り合ってっていう事件なんですけど、まあそこのホテルのね、もう本当に同じ通りにある、真隣でも殺人事件起こってるんですよ。その事件は49歳の更年期の女性が愛人の30代の男性を殺したという事件で、またこの事件あったホテルっていうのは首都圏連続婚活殺人事件の木島かなえ、この木島かなえがまあよく使ってたホテルなんですよ。でまあ行ったんですよね、一人でラブホテルって一人で行けるんですよ。何回も行ってるんですけど、でまあ私は何とも感じなかったんですけれども、そういったねやたらと本当事件のある一帯があって、でやっぱりあれなんですよね、その四面島っていう辻斬りの日の近くなんですよね。ででも池袋のね階段って言ったら、まず皆さん思い浮かべる有名なやつは巣鴨プリズン、サンシャイン60、東京裁判で刑に処された人たちが、あそこにはね本当いろんなね公園、今公園になってるんですけども、人玉がビルの外に浮かんでるとか、異次元に続くフロアがあるとか、兵隊たちの歩いてる姿見たとか、そういった話がすごく伝わっていて、昔はね2人飛び降りもあったらしいんですけど、そこからはもう上入れないようにして、ただずっとそういった池袋の階段で巣鴨プリズン有名なんですけど、で実際何回もそこには行ってるけど、私何にも感じなかったんですよ。ただ私が最初に池袋行ったのって大学生の時で、高校の先輩が住んでたんですね。でなんか後で聞いたんですけど、その先輩、これもちょっと本に書いてない話なんですけれども、その先輩は結構見える人で、その池袋の部屋に越してから台所のキッチンのガスコンロの上に首がよくいるっていうんですよ。コンロの上に首がいてこっち見てるっていう、なんかそういうことが何回かあったって言うんですよね。でまた別ので、あとこれは本当数年前なんですけど、別の池袋でお店やってる人に聞いたら、なんかお店の奥のソファーに首がいるのっていうのを聞いたんですよ。でなんで首の話ばっかりなんだろうって聞いたんです。ちょっと考えたんですけども、それこそその巣鴨プリズン、今東池袋のね公園になってますけれども、あそこの、死刑になった永久戦犯たちって公主刑じゃないですか。首を振ってやって公主刑になって、なんかそれとなんか関係してるのかなとはちょっと思ってるんですけどね。なんかそういったちょっといろんな四面島の巻き込みの話もですし、でラブホテルの事件っていうのはすごく本当にたくさんあって、風俗の女性が殺されてる事件とかもあるし、そう本当にね北口西口はもう事故物件だらけ、東口にもなんかそういうところはあるんですけどね。それ本当になんかその風俗関係の殺人事件とそういう無関係な人が巻き込まれる
事件っていうのがもう本当駅の近くに集中してるんですよ。だから、まあ、今回本を出したらこの本を持ってなんか聖地巡礼とか言ってそういうね怖い場所を歩いてる人もいるみたいなんですけれども、もともと池袋っていう土地は江戸時代にも岡本喜道が書いてるんですけれども、池袋の女を雇うとそのうちに怪異が起こる、ポルターガイストなんですよね。でそれはなんか土地に関するたたりじゃないか、その池袋の女を解雇にしたらやっとその怪が収まったっていう。だから、池袋の女はどうのこうのというのを岡本喜道が書いてて、今ね同じこと書いてあるとすごい差別的なんですけれども、だからすごくその江戸時代に岡本喜道が書いてたのとか、その辻斬りの人が一晩に17人、普段からもっとたくさん人が殺されてた日とか、そう本当に駅の近くにそういう怪異スポットが集中してて、きっと日本もっと探したらこんなとこがあるんじゃないかと。以上です。田辺誠也さん、お願いします。私、階段収集のために、時々商店街にあるスペースを借りて、その入り口にどこにも予告は出さないで、怖い話待ってますとか、階段階やるかいっていうようなことを、マジックで書いた紙をこう、ペタッと書いて、誰か来ないかなって、じっと待ってるんですよ。面白いな。で、大体誰も来ないんですね。で、仕方ないので、ずっともうカタカタカタって、パソコンで仕事をするか、ぼーっとしてるんですけれど、時々漫画読んだり。でもね、たまにね、変な人っていうか、物好きがいて、来てくれることもあるんですよ。で、その時ね、4、5人来てくれて、外から見てて、気になってたんですよ。今日たまたま人がいたから入っていましたと。階段階、ちょっとバーって、こういうのはずっとしたかったんや、と思ってやったんですね。で、それで4、5人で楽しく和気あいあいとやってて、3、40分ぐらいした頃かな。時間は夕方の6時過ぎぐらい、ガラガラっとあって、酒臭いおっさんが入ってきたんですよ。で、なんかこう、リュックの形がすごい変なんですよ。なんかこう、もこ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 って。で、そっからもう、たくさんのアルコール飲料が出てくるんですよ。ストロング、あれとか、缶チューハイとか、いろんなもので、それを飲みながら、すごい、うちらの階段に突っ込み入れてくるんですよ。そんな嘘やろとか、ありえへんわ、そんな話って。これでこう、プシュッとアルコールにガーッと。で、せっかくさっきまで楽しくやっていたのと思って、いや、すいません、ちょっと帰ってもらっていいですかって言った。そしたらその、酔っ払ったおっさんが、あんたらもお茶飲んでるよ。なんで酒飲んだらどこも書いてへん。お茶飲んでよくて、なんで酒わかんの？いやもうそんな失礼やわ、みたいなこと言われまして、で、いやでもちょっと帰ってもらっていいですかって言ったら、そしたらそのおじさんが、わかった。じゃあ今ので、これね、これ飲み終わったら帰りますわ。じゃあそれで、お願いします。で、階段階まで。で、そこで私、大阪城天守閣館長の北川さんっていう方がいまして、学芸員の。その方から聞いた、大阪城の井戸に貼られる、しめ縄の話、井戸があるんですよね、大阪城の天守閣の場所に。そこに、学芸員の人たちとか、警備員の人たちが、どんなに気をつけても、いつの間にかしめ縄が貼られてしまう。っていう話があって、で、ちょっと目離した隙に、しめ縄が、何のためにいつ誰か、それもずーっとそういうことがあるっていう階段を話したんですよ。そしたらそのおっさんも、それキャッツアイヤーで自分会ったことあるのってまた突っ込んでるやつ。いやもうちょっと勘弁してください。もう早く帰ってくれませんって言ったんですね。そしたら分かった。もうちょっと飲めようから。で、じゃあ、これ、怖い話してんやろあんたら。はい、そうです。じゃあ、怖いっていうか、不思議な、ほんまにあった話するわ。じゃあ頼みますって。飲んどった、ちょっと勘違い、カンと目の前に。こんな話をその人しだしたんですよ。うちにね、フェアリーっていうか、妖精さんが呼ぶんだよ。でな、妖精さんは、スルメイカが大好物で、スルメイカよう食べよう。で、他にせんべいが好きなな。でも、
しけったまま食べへんって言ったんですよ。で、私、って顔してた。信じてへんやろ。じゃあ、証拠の一つ、妖精さんが聞いた、妖精語喋ったるわって目の前で言われて、いや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 、みたいなこと言われたんですよ。でも私が、早く帰ってくれんかなって顔で言ったんでしょうね。そしたら、なんで信じてくれへんのかな。その妖精さんの前、ベルちゃん言うて、わかった。信じないのわかるわ。あんたらの顔見てた。証拠として今度、ベルちゃんの羽、もろてきます。じゃあもういや、そうそう、僕飲み終わったら帰りますわ。ガーンってもう一回ちょっと、ポタポタっていうぐらいの残っちゃうんですよね。こう、もう一回飲んで、ガーンって置かれて、ガラガラって帰っていったんですよ。で、まあ残った。数分で、何だったんでしょうね。酔っ払って困りますよね。とか言って、まあ楽しく会談会やって、その会は終わったんですよ。で、また1ヶ月後ぐらいして、同じスペース借りて、その時は誰も来ずに、まあ私ちょっと仕事をしてたんですけど、そしたらそのおじさんがまた来たんですよ。ガラガラ。でも前と違ったのが、ここの鼻にね、大きな絆創膏をしてたんですよね。で、入ってきて、椅子を聞いて座って。ベルちゃん、羽な、むしろとしたら、めっちゃ怒って、これ鼻やられてんって。でも、ちょっと交流できるようになって、妖精語と教えてもらったお返し、日本語教えてん。あ、そうですか。早く帰ってくれないかなっていう気持ちは、その時私いっぱいだったんですけど、で、今日連れてきてんの、ベルちゃんって。あ、そうなんですか。ベルちゃん、電気消してって、その人言ったら、その時に、本当に電気がパチって消えたんです。で、私、ってびっくりして、ってなった。で、次、ベルちゃん、電気つけて、そしたら、また電気パチってついて、ってなって。そしたらそのおっさん、すっごいドヤ顔で、信じてもらいましたかって言って、ニカーって笑って帰ってったっていう、それだけの話なんですけど。川名さんなんかありそうですか？いや、ありましたね。まず、最初の花房先生の、花房観音先生ので池袋の話。はいはい。私、池袋の西口の、うん。ラブホテルに勤めてる男性からお話聞いたことがあって、その方、あるラブホテルってチェーン展開してるとこ多いじゃないですか。うんうんうん。そのラブホテルチェーンの、社員さんなんですよ。うんで、社員さんって、その支配人みたいにして、その支店に、行かせられるわけですね。で、ある時、彼、全然違う地方にいたんですけど、池袋西口の方の、自分のところの支店に異動になったんですよ。うんで、異動になって勤め始めたら、そしたら自分のところのホテルからちょっと離れた、でもまあ、あそこら辺ごちゃごちゃっとしてるじゃないですか。ちょっと離れたホテルで、まあ、変な開始事件みたいな人が亡くなる事件があった。はで、事件あったなと思ってて、その噂で伝わってくるわけですよね。で、そしたらしばらくしたら今度、次の週ぐらいに、そのホテルの隣でまた事件があったんですね。人が亡くなった。うんで、そしたらそれが、まあ、結論を言うとですね、だんだん近づいてくるんですよ。自分のホテルのところに。で、やばいやばいと思って、ついに自分のホテルのところに来てしまうかと思ったら、隣のホテルで、まあ、ちょっとやっぱり変な事件があって、人が亡くなって、次はついにうちだろうと思ったら、なんか、まあ、その社内でいろいろあって、なんか急遽また別のところに移動させられることになって、助かったと。おそんな話でした。まあ、亡くなるといろいろめんどくさいらしく、ーはいそれが避けたかったっていうことみたいなんですけど。深津さくらさん、お願いします。はい。よろしくお願いします。私の知り合いに、周さんという女性の方がいらっしゃいまして、この方が兵庫県で学校の先生をされている方なんですけど、2003年なので、もう20年近く前ですね。周さん、お盆の時期に旦那さんとお子さん2人を連れて、千葉県にある周さんのおばさんの家に遊びに行くことにしたそうなんですね。で、夜着くように車で出て、で、えちらおちら向かったんですけども、到着が思ったよりも遅くなってしまって真夜中になっちゃったんですね。で、おばさんの家っていうのが、その千葉県のこの市川市にあって、で、元八幡っていう駅があるんですけど、そこからちょっと北に行ったところにある一軒家のお住まいなんですね。で、夜遅いんで、先にそこ到着して、子供たち2人だけそのおばさんの家に下ろして、
で、家のところには駐車場がないので、どっか車止められるところを探して、周さんと旦那さんで、その駅の方に、南に向かって車を走らせたんですね。で、いいところがなくて、で結局その元八幡の駅周辺の駐車場に止めることにしたんです。で、そこからそのおばさんの家までは歩いて20分ぐらいなんですけど、こう駅から北に向かってバスとかが通りが伸びて、そこを行くと早いんですけど、まあ車通り夜と言っても多いのと、まあちょっと一本外れた道行った方が風情あるかなということで、その住宅街を行く東の道、一本だけその通りから外れた東の道を北に向かって歩いていくことにしたんですね。なんですけど、その家がね、大きい立派な邸宅がポンポンポンと並んでるところで、そこは前、もう周さん撮ったことあったんですけど、夜見るからか、あれなんか、こんな感じだったっけなって、ちょっとこう気になるような違和感があって。で、あるけどもあるけども、なんか、その見覚えがあるような、目印になるようなところにつかないんです。で、当時はこのスマホで地図見たりとかもできないですから、おかしいなと思って、向こうからこうやってくる通行人の人に、あ、すいません。女性に声かけて。で、そのおばさんの家のすぐそばに、私立の中高一貫校があるそうなんですけど、どこどこ学院ってどっちですかねって言うと、そのおばさんが何にも言わない。何にも言わないで、でも手だけをこうやって後ろにこうやって向けるんです。で、あ、この道で合ってるんだ。ありがとうございます。で、そのまま歩いていくんですけど、やっぱりつかないですね。で、また今度は男性の人捕まえて、あ、すいません。どこどこ学院行きたいんですけど。で、あ、その人も何にも言わない。で、後ろの方を指さすだけ。で、ありがとうございます。で、二人で歩いていくんですね。でも、もう20分以上歩いてるよな。で、北にしか進んでないよなということはもうわかるんですね。なので、おばさんからその電話かかってきたのに取って、今向かってるよ、北に向けて歩いてるよっていうやり取りをしたりしながら進んでいくんですけど、だんだん住宅街しかないはずなのに、辺りが田んぼになっていくんですよ。あぜ道になってきて、気づいたら、もう辺り一面ずっと田んぼで、向こうの方に山が見えるみたいな状況になって、で、おかしいなと。でももうちょっとだけ進んでみようかなと思って歩いていったら、そこに川が現れるんですね。道をこう横断する形で川が出てくるんですけど、その川が変な川なんです。で、暗渠みたいになってて、この深いところを流れてるんですけど、突然こう川が始まってるポイントがあると。その道があって、で、川がその上を、川の上をこう道が通ってる。で、その川のこの始まりみたいなところがある。で、そこのところが、こう、トンネルみたいなんだったら納得いくんですけど、なんか土みたいなところから水がいっぱい出ていると。で、そこを通ろうとしたときに、周さんの旦那さんが、いや、ちょっと待ってと。なんか嫌な感じがするなっていうふうに言い出すんですね。で、周さんの旦那さんって、そういうこと絶対普段言わない方なんだそうですよ。もう、周さんが怖い話、こういうの聞いたんだよとか言っても、いやもう科学的じゃないよとか、もうちゃんと論理的に分かることだけ言ってみたいな、すごいリアリストですけども、その時は、一回帰ろうって言って、その川の手前で元来た道引き返したんです。で、それからテクテク駅の方向かっていったら、景色がまたこう家が現れて、で、駅になってっていうので、今度は迷わないように大通りを通って、ちゃんと歩いていった。北に向けて歩いていったら、ものの20分ぐらいで、ちゃんとそのおばさんの家に到着できたんです。で、こういうことがあってね、と、周さんおっしゃって。で、私のこの夫が言うには、あの場所に鬼が出たんじゃないかなと。
で、鬼ですかって言ったら、その周さんの旦那さん、中国の方なんですけども、中国では、化かされる。何か姿の見えないものに、干渉されるっていうような時に鬼が出るっていうようなことを言うんだよと。あの時、私たちのもとに鬼が現れてたんだと思うっていうふうにおっしゃったんですね。いや、面白いですねっていうふうに言って、で、私、ちょっと気になって、元八幡って、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、八幡の藪知らずっていう伝説があるんですよね。元八幡のその地域、昔その住宅街とかなかった時代には、ものすごい竹やぶ、森がうっそうと茂っていて、そこに足を踏み入れると、神隠しになってしまうと。で、それの件数があまりにも多いので、その八幡の藪知らずは発祥もいつかわからないけれども、そういう噂が絶えないっていうことで、今でも知らずの森神社って言って一角その森になって守られているっていうような、そういう伝説が残っているんです。で、それもしかしてその八幡の藪知らずと関係があるんじゃないですかって言ったら、その周さん中国の方で、日本に来て間もない頃だったそうなんで、もうそういうことを当然知らなかったと。で、こういうふうに伝えたら、そんな神隠しの伝説があったんだというふうに驚かれてたんですけど、そこで私もうちょっと調べてみようかなと思って、古地図を見てみたんですね。で、いろいろこう見れるんですけど、昭和初期ぐらいのその古地図がその地理的にすごくわかりやすくって、その八幡の駅が今と同じ場所に通っていて、国鉄が通っていて、で、周りに家が散らばっているというような、そういう様子が伺える。で、周さんがその夏にその体験したその道っていうのを北に向かってどんどん辿っていくと、ちょうどそのおばさんの家があるあたりに田んぼが広がってるんですよ。そしてその田んぼの奥には森の地図記号が書いてる。言う通りなんですよね。あれと思いまして、これもしかして周さんその古い道の方にタイムスリップしてしまったんじゃないかなと。旦那さんと一緒にその道を北上するに従って古いその時代に行ってしまったんじゃないか。そう思わずにはいられないぐらいその地図がぴったり合致するんですよ。なので本当にその周さんが引き返して駅にやってくるという選択をしてよかったんじゃないかなと思ったんですよね。もしかすると藪知らずの伝説みたいにそこで消息を絶ってしまっていたということもあったのかもしれない。そういうふうに思ったという話です。川名真理子さん、お願いします。先ほどのお話聞いててもすごい面白いなと思って、ただね、調べても調べても何にも出てこないというか、本当お話で終わっちゃう、結構オチもつかない不思議な話って多いんですよね。で、私、案外個人的にそういうの好きで、背景を調べようと思っても何も出てこない。例えばね、そうですね、ある人の、お父様亡くなりました。で、亡くなった翌日ですね、庭にあった池に飼っていた、鯉やら何やらが、全部首をきちっときれいに、こう、跳ね落とされた、首切られた形で庭に産卵してたと。で、それが全部切り口が綺麗で、一晩のうちに10匹以上がみんなやられたんだけれども、どうやったらこんなことになったのかわからない。でもこれだけで終わっちゃうんですけれども、誰か侵入してやったんじゃないのって言っても、これでもしかしたら全然怪談じゃないかもしれない。ただ、その人はすごく怖いと思ってて、父親の死と結びつけて考えてるんですよね。で、なんか一種のこう奇談といいますかね、こういう不思議話みたいなのもとても好きで。で、今日ね、お話ししようと思った話もね、これ変な話。でね、今ちょっと池の鯉って言いましたけど、これもね、魚の鯉にちなむというか、まつわるというか、奇妙な話なんですね。この方ってね、私、イベントで知り合ったんですよ。
今年のね、5月の初めぐらいですかね、横浜の方で会談会がありまして、いろんな会談師やね、私みたいなものが出演したんです。で、そうしましたら、その中にね、二次会まで残ってくださったお客様がいらして、30代の女性なんですね。で、会談大好きであると。で、それがまた、彼女ね、神奈川県の横浜市の方に住んでらっしゃる。で、今日は特に家から近いんで、来ましたということで、ありがとうございますと私の方もお礼言いまして、今後ともよろしくお願いします。たら、いや、私、川野さんの会談読んでますよ、してますよと。ぜひ、取材していただきたいことあるんですけどって。ああ、よろしくお願いします。メッセージください。で、そうしましたところ、すぐにツイッターにダイレクトメッセージが送られてきましてね。で、ハンドルネームから分かんなかったんですけど、いろいろお伺いしたら、イベントの時の彼女だと。ああ、よろしくお願いします。で、お話伺うことにして、で、電話でインタビューさせてもらうことになった。で、そうしましたらね、彼女ね、釣りが趣味なんですって。もう何年も前から釣り大好きで、で、魚を釣っていると。休みというと、どこかに釣りに行く。で、その釣行っていうんですかね、釣りに行くことに非常にハマっているというんですね。それで、釣りをしやすいロケーションのところに、6年前に引っ越したんであると。で、それが神奈川県の横浜の某所なんですけれども、自転車で簡単に川に行ける。河口の辺まで自転車で簡単に行ける。で、海釣りもできる。で、車も彼女乗るんですが、車に乗るとまたこれはこれで、その川をね、遡上して上流の方でまたいろいろ釣りもできるし、船にも乗りやすい、すごくいい便利なところだと。もう釣りさえできればいいんで、部屋はどうでもいい。もう安ければ安いほどいい。だから今のアパートも非常に安いんであると。だからボロいんですよと。で、そのアパート、どんなアパートかっていうと、これが5部屋しかないんですと。その辺の地主のおばあさんが、そこに、おじいさん、お元気な時に建てたんだと。で、これがですね、101号室、102号室。1階には2部屋ある。2階には201、202、203、3部屋ある。合計5部屋しかないアパートなんだっていうんですね。で、101号室。こちらには、その大家のおばあさんの弟さんが住んでらっしゃる。で、大家のおばあさん70代半ば以上。で、その弟さんっていう方も70代ですね。で、お年寄りなんだと。で、何にもしていらっしゃらない。でもお年寄りだから不自然さはないんです。ほとんど部屋にこもっていらっしゃるけれども、唯一、彼の真上の部屋の201号室ですね。201号室の仮に A さんとします。この A さんという男性がいたんですけど、50代なんですね。で、アパートができた昭和の頃からどうやらそこに住んでらっしゃる。この A さんと101号室のおじさんは唯一仲良しで、そのおじさん、よくその A さんと庭で立ち話したり、部屋を行き来してる様子だと言うんです。で、彼女は2階の真ん中の部屋、202号室を借りました。で、最初のうち何事もなかったんです。で、住み始めて半年ぐらいしてですね、5年少し前ってことになるんでしょうか。で、半年ぐらいして、ある日彼女やっぱりお休みの日に釣りに行ったんですよ。で、自転車で、その市内の川のね、河口の方に釣りに行きました。で、シーバスが釣れる頃だったっていうんですね。それがちょうど今ぐらいの季節だったんですよとおっしゃったんで、じゃあ5月ぐらいですか、まさにそうですと、4月の終わりか5月ぐらいでした。で、シーバス釣りに行った。で、シーバス釣ってもね、持ってきやしないんです。全部リリースしちゃう。もう取るのが面白いだけなんで。それで、帰ってきたんですよ、アパートに。するとね、そこのアパート、駐輪場と駐車場くっついてるんですけれども、その駐輪場で A さんと会った。おや、こんにちはと。で、立ち話とかしたことなかったんです。引っ越し挨拶したっきりになってたんですけれども。そしたら A さんが、おや、あなたも釣りですか。見りゃわかるわけですね。釣りの格好をしてるわけです。で、A さんも、今まさに釣りから帰ってきたみたいな姿。ただし A さんは大きなこのクーラーボックスを足元に置いてるんですよ。で、同行の死を見つけたという感じで、2人とも嬉しくなっちゃいまして、どちらに行かれました？〇〇川。
おやおや、私もそうですよって A さんがおっしゃる。あら、でも会いませんでしたね。あ、私、車で、上流の方行ったんで。あ、そうなんですね。私、河口の方なんですよ、自転車で。そうですか。私、シーバス釣ったんですけど、みんなリリースしてきちゃって。あ、そうなんですね。私ね、これ、持ってきましたよ。何ですか？鯉なんですよ。春の鯉はね、甘くてうまいんですよね。って A さんが言う。へえ、鯉ですか。ずいぶん大きいクーラーボックスですね。いやー、大物ですよ。結構ね、全長60センチ以上あったと思います。そうですか。いや、食べようと思って。へえ、自分でさばくんですよ、私。今度ぜひご一緒に。まあ、お裾分けとかくれるのかなと思ったらそんな感じでもない。で、まあ、そこからあんまり話が続かなくなって別れたんですね。で、それぞれ部屋に行った。で、そしたらですね、それから3日4日して、救急車が騒がしく、明け方、来たんですね。で、アパートの前に止まる。あ、なんだろう、うちかなと思って。で、ちょっと外に出てみた。そしたらね、アパートの外階段をね、救急隊員たちが上がってくるんです。で、201号室。あれ ?A さんの家だ。と思って。で、庭挟んで大家さんのお家があって、大家のおばあさんが、大家のおばあさんが起きてきてくるんですね。どうしたどうしたと。あれじゃあなんだ ?A さん自分で救急車呼んだのかな。どうやらそうらしいんです。で、救急隊員の中に入って。で、大家のおばあさんと彼女をずっと見守ってる。他の方まだ寝てるのかもしれないよ。明け方なんて。たら、もうストレッチャー乗せて、しばらくしたら、この A さんが、まあ、担ぎ出されてくる。で運ばれてきて、階段を降りるわけですけど、その間ずっと彼女、A さんのこと見てたんですけど、A さんね、もう固く目を閉じて、で、酸素マスクかなんか口に当てがわれてるんですけど、もう胸が上下してない。あれ息があるのかしら大丈夫かしら顔なんか真っ白です。おやおや大変と思ってた。で、大家のおばあさんという方、ちょうどね、まあなんか、まあお孫さんぐらいってことになっちゃうんですかね。そうでもないか、娘よりかは下なんでしょうけど、彼女のことすごい可愛がっていて。で、引っ越してすぐの頃からね、いろいろとね、雑用を申し付ける。で、なんかお駄賃くれるそうなんですよ。で、お駄賃はともかくおばあさんの話し相手になってあげようと思って彼女親切にしてた。たらもう、おばあさんがまたね、ぜひうちにお茶にいらっしゃいよみたいなこと言って、呼ばれて行ったんですよ。そしたら、おばあちゃんがね、A さんね、お亡くなりになったのよ。病院で亡くなられたって。あ、そうなんですか。まあね、なんかほら、もう死にそうな感じだったから、彼女は意外に思わなくて、あ、なんかすごく悪そうだったもんな。どうされたんでしょうね。でもそしたらもう心臓麻痺で亡くなったみたい。へえ。これだけだったら何の不思議もないんです。ただね、その後です。彼女、会社に行こうと思って朝出勤しようと思ってアパート出たんですよね。そしたらね、アパートの階段の下にね、A さん立ってるんですよ。で、A さんが立っている。で、棒立ちというか直立してるんですね。で、両腕を体の脇にぴったりくっつけて、足をね、左右の足をぴったり膝を閉じて、ちょっと不自然な立ち姿です。それがね、上を向いて、つまり彼女は2階にいるわけだから、彼女の方を向いて、口をパクパクしてるんですって。それで、なんか喉のあたりからずーっという変な、電子的なね、震えるような奇妙な音を立てている。で、パクパクしていて目を見開いたっきりです。あれ ?A さんどうしちゃったんだろうと思って。で、彼女とっさに思った。あ、大家のおばあちゃん勘違いしてるんだなと。A さん亡くなってないんだ。だっているじゃないと思ったわけです。で、ちょっと声かけるのが怖い。迷ったんですけど、結局声をかけずに、彼女は A さんの横をすり抜けて出勤したんですよ。で、仕事終わって帰ってきた。仕事終わって帰ってきたらね、A さんまたというかまだというか、アパートの下にいるんですね。で、朝見たのと同じ位置に同じように立って口をパクパクしてるんですよ。うわ、A さんおかしくなっちゃったんだと思って、こんにちはって一応言ったんですけど、全然反応を返さない。パク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 ってやってるだけです。ずーっと変な音がしてる。どっからこの音させてんだろう。
喉の辺から聞こえるようだけど、不思議だな。うわ、気持ち悪いと思って、目合わさないとこうみたいな、ちょっと顔、こう、目をそらして、で、階段登って自分の部屋入った。こわごわ外を見ると、A さんまだね、いるんですよね。うわ、どうしたんだろうな、と思っていた。で、それからほどなくですね、その翌日ぐらい、お休みだったんですね。で、部屋にいた。そしたら今度ね、203号室。ここにはね、まだも行かないんじゃないかぐらい若く見える、こう、ご夫婦みたいなカップルがね、住んでらした。で、この男女の声が聞こえてきたんですよ。が出てきたって話しながらね、賑やかにこうで。で、うちの社長がさ、最近あれだよ、なんか池作って錦鯉買ったんだって。へえ、錦鯉高いんだってね、みたいな。で、うん、そうみたいよ。なんかね、なんか何十万もしたみたいだよ。へえ、だったら給料上げてくれればいいのに、ブツブツみたいな話してて、まあ、たわいない会話です。で、なんとなく、A さんも鯉取ってきたって言ったしなと思って、また鯉かと思って、錦鯉ね、と思ってたんですよ。で、その夫婦がすぐ戻ってくるんじゃないかと彼女思ったんですね。で、すぐ近所にコンビニがあって、で、そのコンビニにね、その夫婦がよく行ってるのを知ってたんです。で、ところがね、戻ってこない。あ、お出かけになったんだなと。で、彼女は一日その日家にいたんですよ。で、そしたらね、全然ね、誰も通らないんですね。何しろ A さんが亡くなっちゃってっていうか A さんいなくなっちゃってるし。で、203号室の夫婦も帰ってこない。どこ行ったんだろうなぁと思ってたんです。そしたら、翌日なんですけど、こう、またおばあさんに呼び出されまして、昨日連絡があって、大変なことが起きたって言うんですね。で、なんだろうと思ったら、203号室のお二人ね、すぐ近所の2軒隣のコンビニで、急に店内で倒れて、お亡くなりになっちゃったんだって。え？なんですそれ？もう搬送中に亡くなられてることが、もう、確認されたと。コンビニの人が救急車呼んだんだと。で、大家さんにも連絡が来たと。で、二人とも寄りがないみたいだったからね、どうするんだろうね、みたいなことになった。で、同時に亡くなったんですか？そうなんだよ。昼間にコンビニで急に2人同時に倒れて、で、もう救急車に乗せられて、亡くなってたみたいよ。おかしいですね。で、そう思って。またそれからしばらくして、今度は、1階に住んでいる、もう一人のね、102号室の住人。で、102号室の住人っていう、この方ね、外国人だったんです。で、この外国人の方がいつまにか姿が見えなくなったなぁと思ったら、そしたら、その方がお勤めだった会社の人たちがどやどやと部屋を片付けに来た。で、そこにたまたま彼女を行き合わせて、アパートの下でばったり皆さんに会ったわけですね。で、どうなさったのかと思ったら、うちのやつが事故で亡くなったんですと。これまでお世話になりましたみたいな風に、その方の上司らしき人にこう挨拶されたんですね。で、大家のおばあさんもそこに立ち会ってていらしたんで、何があったんですかって言ったら、なんか建設現場で働いてらっしゃった。でもその現場で事故があって、で、お亡くなりになったんだと。即死だったらしいよと。そんなことを、聞いて。で、それでおばあさんがまた言うんですよ。ついこの間まで元気だったのにね、ほんの2、3日前よと。大きな網に鯉を入れて帰ってきたから、あんたそれどうしたのって聞いたら、ペケペケっていう近所の公園があるんですね。なんとか緑道って暗渠にした川の上にこう人工の川を流していて、そこで鯉を飼ってるようなね、そういう川が。ペケペケって公園の鯉取ってきたんだよって言うのよ。すごくマナーのいい方でね、外国の方だけど、馴染んでくれてよかったわと思ったんだけど、そういうところちょっと普通じゃないかもしれないわね。だって、網ですくって鯉取ってきちゃったのよ。で、どうするのって聞いたら、食べるんですって言うのよ。なんでみんな取らないんだって言うんだよね。そういうとこちょっと変わってるなと思ったんだけど、でもね、ちょっと前だし、恋に当たって亡くなったわけでもなくて、結局事故で亡くなったわけだし、みたいな風におばあさんがおっしゃる。で、また恋か、と彼女は思ったんですね。よく考えたら短い間に自分以外の住人、みんな亡くなっちゃったんですよ。で、結局、もう101号室のその大家のおばあさんの弟さんしか残ってないわけですね。
でもみんな、病死とか事故死とかで不自然な感じはしない。ただし、全員恋と関わってるじゃないですか。で、彼女はなんとなく不吉な感じがした。自分も釣りをするしなぁと。で、河口の辺に自分の釣り仲間と鯉じゃない、釣りに行ったんですね。で、鯉を取ろうとは思ってなかった。で、バス釣りをするつもりだったんです。ところがね、いわゆる海水と淡水が混ざる汽水域っていうんですけど、鯉ってね、その辺までね、よく泳いでくるもんなんですよ。で、彼女、鯉を取るつもりじゃなかったんですが、釣り糸を垂れてたらね、鯉が寄ってきた。で、太い胴をして、大きいね、70センチ級の大きな鯉が寄ってきて、で、顔をもたげて彼女の方を見た。あ、鯉だと思って、あ、嫌だなと思ったんですね。で、思った途端、彼女、トテロポットから落ちちゃったんですよ。で、落ちちゃって、で、やっぱり恋はなんか不吉なんだなと思ってたんです。で、気をつけようと思った。で、若い夫婦は何しろ恋を取ってもいない。錦鯉の話をしてただけで死んだってことは、恋って言葉を口にするのもやめた方がいいかもしれないと思って、すごく気をつけてたんですね。で、すごく気をつけてたんですが、ところが、一緒にこの釣り仲間と、都内の池に釣りに行ったところ、その仲間がね、鯉を釣り上げたんです。彼女の目の前でね。で、目の前で、取れちゃったって言って、それをすぐリリースした。で、彼女、それ見ちゃったんです。うわ、見ちゃったよ。気をつけなきゃ、と思ってて。でも翌日も休みだったんで、翌日彼女、やっぱり釣りに行きたくなったんですね。いい天気だしな、釣りに行きたいな。でも川は危ない。海にしようと思って港の方に行きました。で、港の方に行って、港の公園で釣り糸を垂れた。で、釣りしていいとこがあるんです。フライフィッシングはちょっと投げ釣りとかはね、禁止されてるんですけど、普通の釣りならしていいところ。で、そこはね、ちょうどそうですね、筒みたいなところに柵がありましてね、で、その柵の3の間から足を出すと、ちょうどいい具合に、柵の上が胸のあたりに来る。転落しないで済むんですよ。絶対落ちない。で、上側から竿を垂れて。で、いい感じでね、早朝行ってもね、結構釣り客来てる。で、そこに朝早く、まだ薄暗いうちに行って釣りし始めた。で、隣にも釣り人がいる。挨拶をして。ところがですね、これがおかしいんですけど、釣りをしだして、なんかかかったなと思った瞬間、気がついたら彼女、体が宙に浮いてたんですって。で、どういうことと思った次の瞬間には、水にバチャンと落ちていた。柵がここに、胸の前に柵の山があったのに、ところが、これをすり抜けて、どういうわけだか海に落ちちゃったんですね。幸い、すぐ隣に釣りの人がいたんで、大丈夫かと声をかけられまして、で、クーラーボックス投げてもらって、で、それに捕まって、こっち来い頑張れと言われて、上がってこれた。助かりはしたんです。でも、すごく危ない感じがしました。で、川名さん、どうもまだ続いてるみたいなんですよ。まだあるんですか？いや、それがね、ものすごく気をつけようと思って、怖いから釣りやめようかって悩んだぐらいなんですけど、やっぱりどうしても釣りがしたいんだと。それで、私ね、それでやっぱり釣りしても川に行くと鯉がいるといけないから、やっぱ海釣りにしよう。また海に行ったんですよと。で、絶対こんなとこまでは来ないだろうと。はっきり海水だと。ここまでは鯉は来ないだろうというようなとこで、釣りをしたんだけど、ところがね、なぜだか鯉がかかりそうになっちゃったんですよ。うわーっと思って慌てて糸引き上げたんですけどね。でもその帰りに交通事故に遭いまして。大丈夫だったんですか？いや、2週間ぐらい入院してました。そうなんですか。それからはまだ釣りしてないんですけど、まだ終わった気がしないし、私どうしても釣りがしたいんですよね、っていうふうにおっしゃったんです。